もし普段何気なく行っている習慣が犯罪者に狙われるきっかけになっていたら、2018年10月、アメリカウィスコンシン州ゴードン、ベッドと床の間で息を殺しているその少女はジェイミー・クロス。ベッドの周囲にはバーベル用の重りが並べられ、その出口を塞いでいます。じっとしてなきゃまたひどい目に遭わされちゃう。そう、ジェイミーはもう何時間もベッドの下に閉じ込められていました。つい先日、突然自宅へ押しかけてきた男に誘拐されてしまったジェイミー。男は誰かが家を訪ねてくることがあれば、そうやってベッドの下に彼女を隠していたんです。パパ、ママ。両親とたわいのない会話を交わし、暖かいベッドでゆっくり眠っていた日々を思い返し、涙を流すジェイミー。彼女は犯人に一切見覚えがなく、自分がなぜさらわれてしまったのか見当もつきませんでした。それもそのはず、ジェイミーが誘拐された理由はたった一度、その男に会釈をしただけのことだったから。たった一度会釈しただけで見ず知らずの男に監禁されてしまった少女。はためには理解不能な男が少女を狙った理由とは。少女が取った取るに足らないその行動に、男は重要な意味を見出してしまったんです。おそす。大学生の時 OB 訪問したらその人にビンタされたよ。ケンちゃんです。何やらかしたの？最近バドミントンチームに入りました。ヤミコです。嘘つくんじゃねえよ。本当よ。なんてとこ絶対言わないわ。本日ご紹介するのはアメリカウィスコンシン州で起こった監禁事件について。13歳の少女が突然押しかけてきた見知らぬ男にさらわれてしまうんですが、この少女が誘拐された理由は常人にはとても理解できないものだった。ってことは何？そういうよくある身代金を要求する金銭的なものを求めてたりとか、性的欲求みたいなものではないってことなの？そうですね。違うんです。ある日、街で偶然その少女を見かけた男。少女の自宅へ乗り込んできた彼は耳を疑うほど残酷な行動に出るんです。壊された日常。2018年10月、アメリカウィスコンシン州の小さな町バロン。スクールバスから姿を現したのは長くウェーブのかかったブロンドヘアの少女。彼女の名はジェイミー・クロス。道行く人と人が自然と会話を交わし合うのどかな田舎町で、ジェイミーはいつも通り何事もなく家路に着くはずでした。そんな最中のこと。何かしら。ジェイミーがふと目をやると、そこには彼女の方へ視線を向ける若い男が。ジェイミーは男に見覚えはありませんでしたが、誰かと目が合った時のいつもの癖で軽く会釈をしました。そう、きっかけはたったそれだけのことだったんです。それから数日後の10月15日、就寝前、ジェイミーが両親と団らんしていた時のこと。庭先から聞こえたのはけたたましいブレーキ音。こんな時間に何事だ、お前たちは家の中にいなさい。そう言って警戒しつつも、ジェイミーの父は玄関へ向かいました。次の瞬間、彼はそこにいた男に射殺されてしまったんです。突然のことすぎて、しかも絶対理解が追いつかないようなことが目の前で起こっちゃってるけど、これあれでしょ？ジェイミーが会釈した男でしょ、こいつって。そうなんです。そして男の凶行はまだまだ止まりません。ジェイミー、早くこっちへ。玄関から銃声が聞こえると、母親は慌ててジェイミーを連れバスルームへ。父親の身に起こったことを考えると気が気ではありませんでしたが、泣きじゃくるジェイミーをなだめながら必死で男をやり過ごそうとしていたんです。しかし、やめて、あなた誰なの？メガネをかけた坊主頭のその男は隠れていたジェイミーと母親をすぐに見つけ出してしまいます。今すぐ娘を縛れ。男は母親に銃を突きつけると、そう言って怒鳴りつけました。当然のごとく母親は要求を拒否。しびれを切らした男は自分でジェイミーを縛り始めるんです。そしてジェイミーを縛り終えた男はジェイミーの母親をその場で射殺してしまうんです。男はそのままジェイミーを車のトランクへ乗せて逃走。行っちゃった。警察は私の家に向かってるのかな。車のトランクの中で通り過ぎるパトカーのサイレンを聞いていたジェイミー。そのパトカーはバスルームへ隠れる直前、母親が通報していたために出動してきたように思えました。母親の通報から警察が駆けつけるまではわずか5分。驚くほど迅速にジェイミーを誘拐してしまったその男の名はジェイク・トーマス・パターソン。彼は現場に指紋が残らないようにしていたほか、事前に髪の毛を剃り、毛髪などの手がかりも残さないように徹底していました。そう、ジェイミーはパターソンのことを一
切覚えていませんでしたが、彼はこの日までの数日間入念に誘拐計画を練り続けていたんです。ジェイミーがあの日何気なく会釈をしたばかりに、そこから警察は総力を挙げてジェイミーの捜索を開始。 SNS での呼びかけの結果、1200件以上の情報提供、2000人以上のボランティアが彼女の捜索に協力しました。2週間後の11月1日には発見者に5万ドル、日本円で700万円以上の報酬が用意されることに。しかしこの時点でジェイミーが無事に救出される可能性は限りなく低いとされていたんです。一般的に誘拐事件はですね、発見までの時間が長引くと被害者の生存率っていうのは下がっていくんです。2週間経っても足取りもつかめなかったジェイミーの生存確率はほぼほぼ絶望的だったんです。というわけで本日のメトラキーワード、アメリカの誘拐事情について。2021年の FBI の公式資料によると、同年中のアメリカの行方不明者の登録件数は約52万人。ただし、そのうち48万件以上が同年内に登録を解除されています。アメリカの行方不明者のほとんどは、親権をめぐっての子供の連れ去りによるもので、すぐに問題が解決するケースも多いんです。一方で、事件性があるケースは年間1万3000件。これらは無事に解決する確率が非常に低く、発生後24時間以内の保護で、被害者の生存率は 70%、48時間以内で 50%、72時間以内で 30% とされています。さらに殺害などが目的だった場合、生存率は3時間以内で 44% とも。見知らぬ男に連れ去られ2週間行方をくらませていたジェイミーが無事に保護される確率は限りなくゼロに近かったんです。ジェイミーのさらった男様子おかしかったし、もしかしたらもう最悪なこともありえるんじゃないの。実はね、ジェイミーは生きてたんです、この時点で。ただ一切ね、目的のわからないこの監禁生活っていうのは不気味そのものだったんです。ただ閉じ込めるだけ。誘拐されたジェイミーはその後、彼女の自宅から約110キロ離れたウィスコンシン州ゴードン郊外の小屋へ連れてこられました。お腹すいた。小屋へ連れてこられて数日、手足の自由を奪われたまま監禁されていたジェイミー。彼女は食事も水もまともに与えられず、トイレすら許されない状態。排泄は全て紙おむつの中で済ませるという年頃の少女には耐え難い扱いに完全に疲弊しきっていたんです。そして数日を過ごす中、パターソンの振る舞いを見ていても、ジェイミーにはどうしてもわからないことがありました。私は一体何のためにここへ連れてこられたの？そう、実のところパターソンはただジェイミーから自由を奪っただけ。いたずらに暴力を振るったり性的接触を求めたりすることはほとんどなかったんです。ただ一度暴力を受けたとすれば、それはジェイミーが脱走を試みた際のこと。もし下手な動きを見せてみろ、次はもっとひどい目に遭わせるぞ。そう言ってほうきの柄でジェイミーの背中を殴りつけたパターソン。以来ジェイミーは恐怖で何もできずにいたため、暴力を振るわれることもなくなっていました。ほんとなんか自由を奪ってるだけにしか見えないけど、何が目的なわけ全然わからない。その理由は後々明らかになるんですけれども、ジェイミーもパターソンが何を考えてるのかわからなかったんです。パターソンとの日々の中でジェイミーが特に苦痛だったのは、誰か人が訪ねてきた時のこと。いいか、俺がいいというのでそこから絶対に出るんじゃないぞ。そう言うとパターソンはベッドの下にジェイミーを押し込み、バーベルに装着する重りでその出口を塞ぎました。ベッドの下を出ようとすれば重りが崩れるため、すぐにバレると彼女を脅していたんです。長い時はなんと12時間もの間ベッドの下で過ごしたこともありました。小屋の中には大音量で音楽が流され、誰かが来ても大声を上げて助けを求めることもできません。そう、パターソンはとにかくジェイミーが誰かに助けを求めたり脱走したりできないように細心の注意を払っていました。仕事もほとんどせず、一日の大半はジェイミーを見張って過ごし、目を離した隙にも逃げられないように彼女の服は燃やしてしまいました。常にパターソンの一挙手一投足に怯えて過ごさねばならないその日々に、ジェイミーはみるみる精神をすり減らしていったんです。たとえ暴力を振るわれなかったとしてもさ、目の前に何考えてるかわかんない男のもとを監視されて過ごすわけでしょ、気が狂うわよ、そんなの。気持ち悪いよな。ずっと付き添われてちゃさ、もう逃げ出すチャンスもないし、どうにかなんか警察が怪しいと思って踏み込んできて発見してくれることを願うしかない状況よね。ですがね、実はこの後ね、思いがけず脱出のチャンスが来るんです。そしてパターソンがジェイミーを襲った理由についてもついに明らかになるんです。想定外の勘違い。2019年1月10日、助けてください、もう長い間監禁されてるんです。外を歩いていたところ、突然そう呼びかけられた女性。彼女が声の方を振り返ると、そこには男物のブカブカの洋服を着たジェイミーが。
そう、彼女はパターソンの小屋を脱出してきたんです。その日、パターソンは珍しくジェイミーに次のように告げ外出していました。仕事の面接に行く。ちょっと家を開けるが絶対にベッドの下からは出るなよ。パターソンは仕事をしていませんでしたが、親元で暮らしていたわけでも仕送りをもらっていたわけでもありません。ほぼ毎日家にこもってジェイミーを見張り続けるその生活にも限界があったんです。そしてジェイミーはその隙を見逃しませんでした。自分の服は燃やされてしまっていたため、パターソンの服を着て外へ飛び出し、近隣住民に助けを求めたんです。こうして誘拐から88日後、ジェイミーは無事に保護されることに。パターソンは完全にジェイミーを手なずけたと思い、自分が目を離してももう脱走などしないと高をくくっていたのでしょう。その証拠にこの後逮捕された彼は次のように語っているんです。誘拐して2週間が経ってからはもう自分が捕まることはないと思っていました。彼女と暮らしている間は一緒にテレビを見たりボードゲームをしたり料理を作ったりいろいろなことをしました。いや、ジェイミーがパターソンとの生活を楽しんでたみたいなさ、言い方こいつしてるじゃない。どういう解釈の違いが起きたらそんな言い訳になるの？実はパターソンはね、最初からね、ジェイミーが自分がね、誘拐されるってことを望んでたんだって思ってたんですよ。2018年10月、パターソンはふるさとから約110キロ離れたウィスコンシン州バロンの町を訪れていた。かったり。彼はその日、この町のチーズ工場に働きに来ていた。高校卒業後、就職を選んだパターソンだったが、それから3年間続けられた仕事は一つもない。以前働いていた食品工場もたった1日で辞めてしまっていた。今日も仕事か。憂鬱だな。また適当な理由つけて辞めるか。そう考えを巡らせていたその時、パターソンは視線の先に一人の少女を捉えた。そう、自宅へ帰るためにスクールバスから降りてきたジェイミーだった。そしてパターソンの視線に気づいたジェイミーはふっと微笑み会釈をする。ただそれだけのことだった。しかし今俺に笑いかけたよな、あいつ。俺のことが好きなんじゃないか。ただ目が合った相手に会釈をしただけ。ジェイミーのその何気ない行動をパターソンは自分への行為の表れだと完全に勘違いしてしまったんです。気持ち悪いな。あまりに極端なその思考にたどり着いた原因はおそらく彼の他人とのコミュニケーションの希薄さにあったと考えられています。ウィスコンシン州ゴードン郊外にひっそりと立つ小屋で両親と暮らしていたパターソン。ところが11歳の頃に両親は離婚。両親は小屋を離れましたが、パターソンは父が所有していたその小屋に残り続けたといいます。しかし近隣住民は一家全員が引っ越したものだと思っており、パターソンがそこに住み続けていることを誰も知りませんでした。実はジェイミーを保護した近隣住民はパターソンが通っていた中学校の元教師。そんな彼女ですらパターソンの存在を覚えておらず、近所に住んでいることなど全く知らなかったというんです。同級生を集めたパーティーや卒業式などの学校行事にも一切参加せず、堅くななまでに他人とのコミュニケーションを絶ってきたパターソン。人口わずか645人のその小さな町で誰からも覚えられていなかった彼はきっと女性から優しく笑いかけられる経験もなかったのでしょう。ずっと引きこもってたとしてもよ、こんな極端な考えになるのかっていうすごい不思議よね。結局社会とそれだけずっと断絶されると、社会の一般な考えと乖離が起きちゃうっていうことよね、これって。家族もね、離れて暮らしてたってのも大きかっただろうし、プラス学校にも行ってなかったからさ、そんな中でね、コミュニケーション能力というかね、相手が何考えてるかそういうのもね、どこで学ぶんだって話ですよね。2019年5月24日、パターソンは誘拐・監禁の罪で懲役40年、ジェイミーの両親殺害の罪で仮釈放なしの終身刑をそれぞれ言い渡されます。裁判においてもパターソンは彼女を傷つけるつもりはなかったと繰り返しました。一方でパターソンを一人暮らしさせていた父親は次のように言及。被害に遭った女性とその家族のことが気がかりです。とにかく謝罪したい。パターソンのことには一切触れず、ただジェイミーへの謝罪の意を示したんです。事件後、ジェイミーはパターソンに厳しい刑罰を求める陳述書を提出。叔母に引き取られた彼女は以降も PTSD に苦しめられましたが、少しずつ回復し、現在は無事に学校にも通えるようになったといいます。ふとした時の仕草や言葉の捉え方は人によって千差万別。何気なく笑いかけた相手が凶悪犯罪者だったら、その可能性はあなたの身近にも潜んでいるのかもしれません。